中本博士とサトシのおおしゃべしゃべりり解説。解説。ビットコイン ETF 承認。世界の金融市場で認められた仮想通貨。サトシくんと博士は自宅のリビングで話をしています。おはぎゃ、博士。また、ビットコインの価格が乱高でしてて、落ち着かないです。サトシくん、それは大変だ。でも、ここで気持ちの勢いに任せて売り返しても良くない結果になるよ。そんなこと言われても、前日比で何千ドルも急に動くと気になりますよ。ビットコインではよくある値動きなんだけどね。まあ、気持ちはわかるよ。よーし。では今日は、そのビットコインの価格の乱高下が今後、落ち着くかもしれない話をしようか。それは興味あります。ぜひ、お願いします。2024年、ビットコインの現物 ETF がアメリカで承認された。これは暗号資産市場に大きな変化をもたらしているんだ。この承認はビットコインをより広範な投資家層にアピールする出来事なんだよ。まずは、ビットコイン ETF が何なのか教えてください。ETF は特定の資産や資産群を追跡する投資信託で株式市場で取引されるものなんだ。ビットコイン現物 ETF はその価格を追跡する金融商品でビットコインの現物を直接保有している点が特徴なんだよ。つまり、直接ビットコインを買わなくても投資できるってことですね。そういうことだね。今回のビットコイン ETF は現物を対象としているからビットコインの価格変動に投資することができるんだ。それは便利ですね。じゃあ、ETF が承認された背景を教えてください。ビットコイン ETF の承認は2021年2月にカナダで初めて実現したんだ。その後、アメリカでも2024年1月11日に初めて現物のビットコイン ETF が承認されたんだよ。アメリカで ETF 承認されるまで時間がかかったのはどうしてなの？実はアメリカでは随分前、それこそビットコインが台頭し始めた初期の段階から ETF の申請自体は行われてたんだ。そんな前から申請されてたのですね。そう、米国証券取引委員会 SEC はビットコインをはじめとした仮想通貨に否定的でビットコイン現物 ETF 承認を拒み続けていた。拒まれ続けているのは辛いですね。しかし2023年、その流れは変わったんだ。どうして変わったのですか2023年8月の裁判で SEC がグレースケール社に敗訴したことが大きな要因となった。？SEC が負けたのですね。訴訟はどんな内容だったのですか？当時、グレースケール社はビットコイン先物の ETF は承認されているのに、先物と現物で扱いを変える正当な理由がないとして不服を申し立て、それが認められたんだ。断ってた理由が不当だと主張して、それが不当として認定されたってことですね。そういうことだ。これにより承認せざるを得ない状況となり、2024年1月に SEC はビットコイン現物 ETF を承認した。やった、承認されるまで随分と時間がかかりましたね。そうだね。承認されたことで当時仮想通貨界隈は承認を祝いお祭り騒ぎになった。認められたってことですもんね。そう、アメリカの金融の中心地でビットコインは正式に金融資産として認められた瞬間でもある。これは画期的な出来事なんだよ。ビットコインは詐欺と言われた時代もあったよね。でも正式に金融資産の仲間入りをしてよかった。そしてこの勢いは止まらない。アメリカで承認されたこともあり、他国でも承認され始める。具体的にどの国ですか？香港、オーストラリア、タイでも ETF が承認された。そしてイギリスは ETP、要は ETF に近い上場取引型金融商品が承認された。世界で認められたということですね。その通り、各国の ETF の承認はビットコインが主流の金融資産として認識され始めた証拠でもある。承認されたことでビットコイン、ひいては仮想通貨市場全体の信頼性が高まり、金融機関や機関投資家が参入しやすくなったんだよ。なるほど、それが金融界が注目する理由ですか？そうだね。ビットコイン ETF にはアクセスのたやすさ、規制の安心感、市場の信頼性向上、多様な投資ポートフォリオという4つの主な理由があるんだ。具体的にはどういうことですか？まず、アクセスのたやすさだね。ビットコイン ETF は従来の金融商品と同様に取引所で売買できるから、
投資家は証券アカウントを通じて簡単に投資できるんだ。直接ビットコインを持つ必要がないってことですね。そうだよ。デジタルウォレットの設定や保管リスクを避けることができるんだ。次に、規制の安心感だ。ETF は規制された市場で取引されるから、投資家はより安心して投資できるんだよ。確かに、規制された市場で取引できるのは大きなメリットですね。そして、市場の信頼性向上だね。ETF の承認はビットコイン市場全体の信頼性を高めるんだ。金融機関や機関投資家が参入しやすくなるから、市場の安定性が向上するんだよ。それで、機関投資家も安心して参入できるようになるんですね。その通り。そして最後に、多様な投資ポートフォリオの構築が可能になるんだ。ビットコイン ETF の登場により、投資家はより多様なポートフォリオを構築することができるんだよ。リスク分散の観点からも重要ですね。そうだね。ビットコイン ETF の承認により、ビットコインの価格も影響を受けているんだ。どのような価格推移が見られましたか？過去5年間のビットコインの価格推移は興味深いよ。2019年には4000ドルから1万2000ドルの間で推移し、年末にかけて上昇したんだ。2020年はどうでしたか？2020年は COVID-19 パンデミックの影響で一時的に価格が急落したけれど、その後の金融緩和政策により価格は急騰し、12月には2万ドルを突破したんだ。パンデミックの影響は大きかったんですね。そうだね。2021年にはビットコインの価格が史上最高値を更新し、4月には6万4000ドルを超えたんだ。その後、一時的に価格が調整されたけれど、年末には再び5万ドル以上に回復したんだよ。すごい変動ですね。2022年はどうなりましたか？2022年は市場の調整期に入り、価格は3万ドルから4万ドルの間で推移したんだ。世界的な経済不安や規制強化の影響を受けたんだね。規制強化も影響したんですね。そうだね。でも2023年には ETF 承認の期待感から上昇し始め、年末には再び5万ドル以上に達したんだよ。そして2024年には現物ビットコイン ETF が承認されたんですね。そうだよ。1月の現物ビットコイン ETF 承認により、ビットコインの価格は急騰し、一時7万ドルを超えたんだ。ETF 承認の影響は大きいですね。他の暗号資産にも影響がありますか？もちろんだよ。2024年5月24日には、アメリカで初めて現物のイーサリアム ETF が承認されたんだ。これはビットコイン ETF と同様に、イーサリアムの価格を追跡し、現物のイーサリアムを直接保有する金融商品なんだ。イーサリアムも同じように承認されたんですね。そうなんだ。ビットコインとイーサリアムの現物 ETF の承認は、市場にいくつかの重要な影響を与えているんだよ。例えばどんな影響ですか？まず、ビットコインの価格は短期間で急騰したんだ。これにより、多くの新しい投資家が市場に参入し、取引量が増加したんだよ。価格上昇と取引量の増加ですね。そうだね。そして、忘れてはいけないのが、イーサリアムの現物 ETF 承認だ。イーサリアムも現物 ETF 承認されたのですか？そう、2024年5月24日に、イーサリアムの現物 ETF 承認により、同様の価格上昇と市場の活性化が見られたんだ。これにより、他の暗号資産の ETF の承認が続く可能性もあるんだよ。他の暗号資産にも影響が広がるんですね。その通りだよ。イーサリアムの ETF はまだ取引が始まってはいないが、承認が暗号資産市場全体が活性化させたんだ。そして、機関投資家の本格的な参入が予想されるんだよ。機関投資家の参入にはどんな影響がありますか？まず、価格の安定化だね。機関投資家の大規模な取引は、市場の流動性を高め、価格の安定化に寄与するんだ。価格変動が減少するんですね。そうだよ。それに、長期的な価格上昇も期待できるんだ。機関投資家の参入は、ビットコインの需給バランスに影響を与えるからね。長期的な保有が増えることで、価格が上昇するんですね。その通り。さらに、市場信頼性の向上もあるんだ。機関投資家の参入により、ビットコイン市場全体の信頼性が向上するんだよ。一般投資家も安心して投資できるようになるんですね。そして、規制環境の改善も期待できるんだ。機関投資家の参入に伴い、政府や規制当局もビットコイン市場に対する規制を強化する可能性があるんだよ。
マーケットの透明性と信頼性が高まるんですね。そうだよ。これにより、長期的な市場の健全性が向上するんだ。今後の展望についても教えてください。ビットコインとイーサリアムの現物 ETF の承認は始まりに過ぎないんだ。今後、さらに多くの暗号資産が ETF として承認される可能性があるんだよ。他の暗号資産も ETF になる可能性があるんですね。そして、ビットコインやイーサリアム自体の採用が進むことで、暗号資産が金融市場において重要な役割を果たすことが期待されるんだ。暗号資産が金融市場で重要になるんですね。特に、金融機関や機関投資家の参入が進むことで、市場の信頼性と安定性がさらに向上するだろうね。それは良いことですね。そうだね。ビットコインとイーサリアムの現物 ETF の承認は、暗号資産市場にとって画期的な出来事なんだ。さっきも言ったけど、大事なことだから2回言った。本当に、その通りですね。ますます今後に期待しちゃう。金融界が注目する理由は、その利便性、規制の安心感、市場の信頼性向上、そして投資ポートフォリオの多様化にあるんだ。よくわかりました。ありがとうございます。わかった。さて、ビットコイン ETF についてまとめると、まず一つ目はアクセスのたやすさだね。ビットコイン ETF は従来の金融商品と同様に取引所で売買できるから、投資家は証券アカウントを通じて簡単に投資できるんだ。なるほど。それは確かに大きなメリットですね。次に、規制の安心感だ。ETF は規制された市場で取引されるから、投資家はより安心して投資できるんだ。直接ビットコインを購入する際の規制リスクや保管リスクを避けることができるんだよ。安心して投資できるのは重要ですね。最後に、市場の信頼性向上だ。ETF の承認はビットコイン市場全体の信頼性を高めるんだ。金融機関や機関投資家が参入しやすくなるから、市場の安定性が向上するんだよ。確かに、市場の安定性は投資家にとって大事ですね。安定性が高まれば今より価格変動も小さくなる。以上の3つがビットコイン ETF の主なメリットだね。これでビットコイン ETF の基本的なことは分かったかな。ビットコイン ETF についての知識、ゲットだぜ。サトシくん、これで少しはオチについてもらえると説明した回あるけど、どうかな。まあ、中長期の投資なら毎日価格見なくても大丈夫だと思うけどね。前より落ち着いて過ごせそうです。博士、ありがとうございました。それはよかった。こうしてサトシくんのビットコインについてまた一つ賢くなり、メンタルも強くなったのであった。このチャンネルが少しでも良いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。